こんにちは。こんにちは。さよのです。今日はですね、さいたま市盆栽村100周年記念ということで、盆栽美術館、大宮の盆栽美術館の方を、盆栽村の各園が1週間ずつ交代で展示をするっていう企画がありまして、今回はうちの番なんです。盆栽大野が美術館の1階を埋めるという企画です。はい。はい、じゃあ入ってみましょう。はい、行きましょう。ここはロビーですね。こちらはね、アクリルでできていた展示台なんですよね。これは趣味で作った人がいらっしゃいまして譲ってもらったんですけど、これに飾るとこう空中の盆栽みたいでとても可愛いんで、結構利用してます。でこちら大きさがよくわかるかな。こちらもう心拍、はいね、これがね紫式部なんですよね。ちょっと県外風になってますけど、葉っぱはもう落ちちゃいました。でこちらが赤ずきんという野バラで、これ咲きそうなんですね。ちょっと四季咲きなんで実も赤いんですけど、花もね咲いたらいいんだなと思うんだけど、どうでしょう、咲いてくれるかな。咲きそうですよね。あと1日か2日で、こちらの展示、これは、図書ですね。八つ房図書です。葉っぱが短いやつね。でそこの添えに、これはつわぶきですね。そして黄金下ですね。これ未生の黄金下で、こちらが匂いカエデですね。葉っぱがないからカエデに見えないかもしれないけど、鉢はこれはユーザーですね。これが彦山地かな。こちらの展示心拍ですね。で野バラ、これは吉田バラっていう白い野バラですね。でこちらが一歳桜になりました。よく咲くんです。よくなるんです。で真弓ですけど、この真弓はね多分ね交配してないでなるタイプ、実が大きくならないんです。可愛いやつ、そういうのもあるんですよね。で豆塚ですね。でこちらがコブバチですね。竜の絵が描いてあります。はい。するとこれはねちょっと色掃除が足らないんで茶色いですけど元気です。新芽が全部吹いてますから。灰図書って言って普通の図書より横に這うようになってる図書ですね。でこちらがピラカンサス、この鉢が虎の絵が描いてあるんですけど、気楽会初代会長の菊池清心さんの鉢です。もうお亡くなりになってます。でこれがコケモモです。はい、かわいいでしょ。これは花機械の菊ちゃんの挿し木ね。この間ね買ってきた。鉢がね面白いんだよこれ。カッパがタバコ吸ってる絵が描いてあるんですけど、どうした慶心さんの作ですね。でこちらコブバチです。アリです。これは姫と草ね。アリさんですね。こちらがちりめんかつら。こちらがイボタです。葉っぱが落ちちゃったんだけど、イボタ。こっから元は根っこなんですけど根上がりになってますね。でこれコブバチ、そしてピラカンサス。この木古いですよ。すごい古い木で、これが青つづら縁。これ普通こう下がるんですけど、ちょっと立ち上げてみました少し。これはうちの三村小紫、ちょっと曲がりが少ないんですけど実が綺麗なんで今回展示しました。花芽がすごいの。これ全部花芽ですね。来年ちょっとすごいことになるんですね。でこれが森いちごがねなったんだけどまだ赤くなってないんですよ。赤くなったらいいんですよね。11月に一番なるんですよねこのいちごが。でこちらがソナレね。というような、これが月明かりのすごいね、こんだけやっぱ並ぶと、やっぱり見物が多いのでうちは、ただ残念なのがもみじがみんな葉っぱが落っこっちゃった。
なるほここのとこで。なんでもみじが一本も飾ってないんですよね。かっこのいいもみじがあったら飾ろうかなと思ったんですけど、それより見物の方が皆さん楽しめるかな。なるほど。こんにちは。はい、こんにちは。こちら一番最初にですね、ギャラリー入って一番最初の展示が渓谷の展示になりますね。はい。で、滝石が奥にあって、こうやって川を表してますよね。こうやってこの川を作るのはすごい苦労しました。すごい砂ですね。砂を引いてるんですけど、で右手にあるのが心拍、石付きの心拍ですね。はい。でこれが受け沿ってこの心拍が上にあって、で左にあるこれが野原ですね。野原の石付きなんですけど、いろいろ草がついているという。で川を越えて下った時にはヨットに乗ってる、ヨットってね、船に乗っている人がイカダですね、イカダに乗っている人がいるという、こういう景色ですね。渓谷の景色です。はい。隣が九山の鉢。九山とか仙山さん。仙山さんの鉢ですね。特別展示ですね。で次。はい。続いてここの展示はですね、テーマは遠山なんですよ。真ん中にある石が山の遠い連山を表してるんですよね。なのでこっちの方の山から遠山を望むという形で、文人の心拍、これが木に絡んだ、これ青つづら藤の緑実、青つづらではないですよね。同じような植物ですけど青くならないんです、こちらは。でそれが下がっていて、で下には黄金下が紅葉していて、で心拍の杉はちょっとあれなんですけどね、これ野原にある木の草なんであれなんですけど、今最高に綺麗なんでちょっと使いすぎられました。つるそばです。山のてっぺんですね。山の景色、てっぺんの方から遠くの山を覗いたっていう感じ。中腹でもいいですけど、どっちかっていうとそんな感じ。続いてはですね、里山の景色を表してますね。で奥の石がくず屋石って言って家を表してるんですね。くず屋の家を表してて、でこちらに柿があってですね、で柿の鉢がゼコ、中村ゼコさんの鉢ですね。にこの天杯が見えますかね。柿泥棒、柿を取ろうとしてる子供がいて、春柿だ。春柿です1個しかないのね。でこちらが織姫もみじですね。で鉢が止水さんの鉢です。変わった鉢ですね。でこちらが香りひらぎで、この鉢がスーさんの鉢ですね。スーさんって言っても分かんないと思いますけど、愛称でスーさんって言うんですけど、スってひらがなで書いてあるんです。でこちらが、姫雪の下ですね。これが、鉢がね、駿河山椒の鉢です。でこうやって、景色を表しているって感じですね。里山。こちらは入江ですね。富士山を望む入江といえば由比の浜です。由比の浜って言っても分かんないかもしれないけど、東海道の東名ですね。東名インターを京都から東京に戻ってくるときにトンネルを抜けるとすぐ由比っていうインターがあるんですけども、サブセリアかな、由比が、そこがちょうどこの景色、富士山はもうちょっとね大きくは見えますけれども、海岸の向こうに富士山がくっきり見えるんですよ。崖がありましてね、そこの景色が大好きなんでそこを作ってみました。砂を引いてね。でこのカニね、剥製です。ちょっといただいたんで、銅のカニを置こうかと思ったんですけど、見えないかなと思って。本物のカニの剥製です。リアルだと思ったら。でこちらが植えっぱなしの図書、何もしてない図書で、こっちに豆塚がびっちりついてます。ほなと荒々しく。そうですよね。でこれは鷹の爪、寒いんでだいぶ縮んじゃいましたけど、この景色だったら本当は富士山の絵を飾った方がいいね。
ああ、なるほどね。うん、そうそうそう。でも持ってないです。掛け軸全部持っちゃった。富士山ちょっと寂しいかな。でもまあしょうがないよね。はい。じゃあ次行きましょう。ここはすごいですね。こちら豆の鉢のコレクションとうちの鉢の歴史を飾ってみました。はい。ここに名前が書いてある。はい。有線ですね。有線。この千鳥の絵が描いてあります。有線見えないだろうな。これは有線。これも有線ですけど、これは不思議ですね。赤に金の絵が描いてある有線。だから分かんないですよね。分かんないですよね。これが月の輪有線。これが若松愛荘。はい。愛荘さんはこれ。薬きれいです。これ。そして政府与兵ですね。政府としか書いてないからあれだけど、絵がちょっと書いてあって。でこちらが東福寺ですが、これは太鼓型なんでちょっと珍しいんです。だいたいこのサイズは手びねりが多くて、こんなことをやってあるのはとても珍しい。そして一葉ですね。これ薄いんですよね。なかなか使えないけど、でもこの形好きです。でこちらが雄山、藤掛雄山ですが、大きいのはね結構持ってるんですけど、豆がねちょっと欠けちゃって、ここに古いやつ置きたかったんだけど、これ新品です。これはちょっと使ってあるんですよ。うずらの絵が有名なんです、藤掛雄山さんはね。でこれが大輔、佐野大輔さん。代表的なのがこの絵ですよね。この風景ですね。ここ船があって、これはもう大きい鉢でもよく描いてますね。あと上絵が結構漫画チックなのが多いんで、これ面白いです。カエル。上絵なんだ。上絵です。これが古い落款ですね。これ佐野って書いてます。四角に佐野の佐って書いてある。これが珍しいの。富士山。これ雪景色、富士山。これも雪景色。これはボディが宇野昇さんで、絵が佐野大輔。そして上州勝山。こんな大きい鉢はいっぱいあるんですけど、このサイズはなかなかないんですよ。こういう感じ。こうか。勝山。この五歳とあと五須とありますね。勝山。こっちのが古いですね。字がね。勝山さんはまだ87歳でお達者ですね。はい。この間一緒にカラオケやってきました。はい。彦山人さん。去年お亡くなりになっちゃったけど、この人93歳まで元気だったんですけどね。これは古い彦山人。ここ堀なんで見えないかもしれないけど、彦山人って入ってるんですよ。どっち向きかな、こっちかな。であとこれも珍しい堀なんですけど、大輔さんにそっくりなんで、聞いたらここはね彦山人と一層なんで、ボディが一層とも入ってますけど、彦山人って入ってます。大輔さんの堀を教わったんですよ、ご本人が若い時に。なんでそっくりですね、このやり方という。であとよく作ってた豆鉢のこういう鉢ですね。最後お亡くなりになる1ヶ月前ぐらいまで会ってたんですけど、いきなり亡くなっちゃって、はい。であと龍炎さんもこのサイズは珍しいです。龍炎って書いてあります。普通だとこのくらいだから、ちっちゃくてもこんなだから、これ珍しい。それから春吉さんね。春吉さんの豆はね、実はいっぱい持ってたんですけど、皆さん欲しがるんで売っちゃってないのね。残った一つ。これは種ちゃんの借り物。そう。と福寺もこれもね、書いてきた。珍しい。あとは私のなんだけど、これは
玄と書いて誠、善福寺誠さんの初期の鉢です、同じ会の出身なんでね。これがこういう字だったんですか、この剣。同じです、最初から落下は一緒なんですけど、今ほら絵描いたりいろいろしてる時代、昔はこんなの。これすごい綺麗な結晶出てますよ。これね、何年ぐらい前だろう、もう20年ぐらい前じゃないかな、多分グリーンクラブで手に入れた、ね、本人から買ったんですけど、それで木工さん、まあ代表的なこういう絵柄ですね。木工さんも長生きでしたけどね、90ぐらいでお亡くなりになりました。これ墨抜きっていうんですよね。墨抜きって墨で字を書いて、それで薬かけると墨のところだけ薬がかからないでこういうのができるの。墨抜きっていうんです。これも墨抜きです。これは慶心さん、これも墨抜きだと思います。絵がね、慶心さんの珍しいこういう絵は、これもお若い時のだと思いますね。今も元気ですけどね。で、奥様の宝生さん、道下慶心さん、道下宝生さん。宝生さんは書家であるので、この字をここに、で白化粧土入れてあるのかな、すごい上手なんでね、字がね。宝生さん、こういう宝生と書いてあります。で、これ頓陽さんは月光さんのお父さんなのかな。伊藤頓陽、伊藤月光さんっていうんだけどね、多分おじいさんかお父さんなんですよ。で、珍しい、こんなちっちゃい頓陽が珍しい絵が描いてあるでしょ。アリ、トンボ、これなんだろう、テントウムシ、これはなんだか分かんないな、珍しいんです、こんなの。頓陽さん、で、これは新人ですけどね、コリさん、京焼ですね。東愛さんと合作してるコリさんの鉢で、石田正石さんの初代です。これはもう完全に初代ね。おばあちゃん、初代だからおばあちゃんの鉢です。ちっちゃいの前ね、注文でね作ってくれたんですよ、こんなの。これでこの棚が動かりましたね。大変だ。これは多分こうがつく小伊万里だと思うんですけどね。盆栽世界のあれに載ってますもんね、同じやつがね。伊万里焼です。古い、これは古い。東尺さんのね、これが上り龍ね、龍が昇ってますね、こうなっててこうなってて、そしてこれはもう完全にセットです。下り龍ね、ここに顔があるからこう来てこう、これはいいなと思ってね隠しちゃったの。誰にも見してなかった初お披露目で、ゼコンさんはね、カニとかすごいスズメ有名なんですけど、これ珍しいなと思って、なんだろうこれ、魚、鮎でもないしね、なんかサバっぽい顔してるけどね、鯉でもないしね、海の魚結構ね、こんなんけど、これね珍しいんで取っといたんですよただ単に、ちょっと大きいんだけど、今回ね大きいのもちょっとあるんで仲間に入れて、これは木ですね。木もいいですよ。これ描いたでしょ、窓絵の木はなかなかないかなと、古いですね。で、ここはもう道八は道八って書いてあるでしょ、ここにね、さっき道八の八もまあまあ珍しいかな。一輪挿しとかね、そういうの食器とかもあるんですよ、あるんですよ。工房とかいっぱい作ってるんだけど、このサイズの鉢珍しいからですね。で、おなじみのシスイさん、シスイさんのね一鎮でね、これウサギだと思うんだけど、ウサギ昔ね、何年か前に一鎮でねしばらく遊んでたんですよ。で、これで可愛いから撮っといたの
植えてないんだけど。でこれがもう最近の作です、いいよこれいいよ。こんなとこで本当はねもっといろんな種類あるんだけど乗らない、乗らない上に大きいのもあるんで、あと小さすぎて見えない、そこに立つと、そういうのもあるんですよ。でこれがとても珍しい、一宗さんとまゆちゃん合作の十二支です。これはね一宗さんがお持ちだったんだけどね、私が譲り受けてきましたが、やっぱこの辺がねリアルで牛とか虎とかさ、うさぎこんなのいいかな、難しいんだよね。馬とかむずいですよね。難しいですよ。ここら辺もこう工夫してあるよね。猿だけちょっと漫画チック。確かに。これね2組あって1つは全部漫画チックだったの。それは誰が買った、中国に行ってしまいました。売っちゃったんで、こっちはねもう特に見せない。なるほど。見せると欲しがるんで、中国の場合はそう。だってこちらがうちの昔窯があって今もあるんですけど、今作動してないっていうか稼働してないんですよね、13年前の東北の大震災の時から、止まったまんまなんです。産業場がなくなってしまったからですね。でこれが、先代の、うちの主人のお父さんの鉢ですね。もともと彫金師だったんで、彫るのがすごい上手なんで、こちらが虎、これですよね。虎をねビヨーって彫ってあるね。後ろは竹林虎ですね、使ってたんで艶が出てます。でこちらが龍ですね。白泥に龍を彫ってます。これね、夜ね寝ないでねよくね作ってましたよ。よいしょ。でこれが竹。結構私これ気に入ってます。これボディが違うんですよね。こっちはねうちで作ってたやつなんですよね。ご本人が作ったんですよ。これは又助さんという又助鉢っていうのがあるんですよ、鉢の種類で。その人がお友達だったんで作ってくれた。全部彫刻しかしてない、他のは何も作ってないですね。素晴らしい。で、これがうちの主人ですね、2代目、窯の名前が神田川っていうんですよね。神田川の縁に住んでたんですよね昔、杉並区の永福町に住んでた時、神田川が裏に流れてたんで窯の名前が神田川なんですけど、皆さんマサって読みますねこれね、本当は正しっていう名前なんですけどマサって言ってます。この人は薬に凝るタイプなんで、こうちょっとね変わった鉢。もともと草を植えるのに作ってほしいという私のリクエストで作ってたので、盆栽より草を植えるための鉢を作ってました。そしてこれが私なんですけど、ちょっと彫刻をちらほら始めた頃の作品で、いろんなの彫ったんですけど今手元にもうないんですよね。これだけ大きいんで取っといた。ぶどうですね。下手だけどぶどう。これ赤くなったのが不思議。何もしてない。シリシャとかじゃないですか？違います。でこれがもう使い込んだんで見えないかもしれないけど梅なんです。梅の絵、梅ですね。これも初期の頃なんで、落款はね丸朝とかねカタカナの朝とか、みんなお客さんのとこに行っちゃったんで今これぐらいしか残ってないと。というわけで、ね、こちらはもうあれですよ、私のですコレクションコレクションなんで、そのうち、飽きたらね売ることがあるかもしれないけど、今のところまだ若いんでもうちょっと年取ったら大河が買うかいということですね。どれが一番お気に入りですか？気に入ってるのはね、
この富士山あ、これなんだ。これが私絶妙な味してるなと思って。あとは、まあ、高いから有線もいいんですが、でも値段関係ないとすればここには出てないかな。出てないんだよね。この中で気に入ってるのはやっぱりこれ。あ、これいいですよね。これは珍しい到着の、あとね木ですね。木もこれ珍しい柄だなと思って。もともと雄山さんのは気に入ったのがあったんですけど、はい、絵じゃなくてちょっと変わった鉢だったんで持ってこなかったんだけど、雄山さんは十二支とか持ってますから、ただ大きすぎて飾れない。こんなんです。もう一段後ろにあってもよかったわけですね。じゃあ。いやちょっと台を作るのが大変だったんで、これだって大変ですよ。そうですよね。ちっちゃいから面白い。大きい鉢じゃ面白くない。今回はこれはしょうがない、大きいのがね、でその辺もしょうがないかな、どうしても飾りたかったんで、小さい鉢面白いです、はい、皆さん楽しんでください、終わりそうなんですか。みんなで豆鉢集めましょう